皆さんこんにちは。イタリア暮らしのリリマルです。今回の動画ではイタリアの結婚や出産事情についてお話しできればと思います。その背景にあるイタリアの社会的な要因であったり、影響、日本との共通点、違い、そういうところについても考えてみたいと思います。でこれはうちの夫婦の個人的な意見も含まれているので、適当に聞き流していただけると嬉しいです。それではよろしくお願いします。このチャンネルではイタリアでの暮らしの様子や感じたことを紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。去年の11月に子供が生まれてから、結婚や出産、子育てについていろいろと調べる機会が増えました。でふとこのトピックについて妻と2人で話していて、で日本とイタリアでどんな違いや、共通点、そういうのがあるのかっていうのに気になったので話をまとめてみることにしました。で結婚や出産、子育てっていうトピックについて、僕個人として、思い浮かんだキーワードは、晩婚化と少子化でした。で日本では晩婚化や少子化というのは、重要な社会トピックだと思います。で妻によると、イタリアをはじめ、ヨーロッパ諸国でも、このトピックは、とても重要な問題のようです。でイタリアで起きている晩婚少子化問題について、イタリア人の妻と話したことをご紹介できればと思います。まずはイタリアの結婚事情についてお話ししたいと思います。で現代のイタリア社会の晩婚化は、進行しているということで、実際に住んでいてその実感は僕個人としてもあります。で気になって実際のデータ調べてみたんですけど、イタリアの初婚年齢が36歳で、日本の場合は、女性が29歳、男性が31歳なので日本より遅いことが分かります。で初産年齢を調べたところ、イタリアでは初産年齢は33歳、女性の場合33歳で男性の場合35歳というところでした。で日本では女性が31歳、男性が33歳ということで、出産についてもイタリアは日本より遅いということが分かりました。で興味深いのはイタリアでは結婚より出産年齢が早いというところです。で日本は結婚、出産という順番がメインだと思うんですけれども、イタリアでは出産、結婚というような順番が多いみたいです。でこの点は日本とイタリアの大きな違いだと思います。妻が言うには現代のカップルは結婚に積極的ではない傾向があるようです。大きな理由は事実婚がイタリア社会においては一般的になってきているということが挙げられます。で最近の傾向としてイタリア社会において事実婚はより一般的に受け入れられつつあるようで、特に若年層や都市部では、結婚前に事実婚を選択するカップルが増えているようです。で事実婚は法的には、もちろん認識されていないため、公的な婚姻関係とは異なります。でパートナー同士が自発的に共同生活を選択して、で法的な手続きを行わずに同居生活を送るというのが特徴です。で公式な法的地位を持たないということもあって、財産や相続、子どもの養育など、そのあたりに関する法的な問題が生じるケースもあるみたいです。一方で2人で過ごすだけだったら、事実婚は手続きとかも必要ないので手軽さがいいのかなというメリットもあるかなと思います。そんなイタリア社会で、人々が結婚するのはどんなタイミングかっていうところに、興味が湧きました。でどうやら、経済的に安定したタイミングや出産のタイミングで多くの人が結婚を考えるようです。出産についてですが、イタリア社会を見ているとカップルが出産に至るまでには、クリアする必要がある大きな障害があるように思います。
で、大きな問題の一つはやはり経済的ハードルです。で、イタリア経済は長らく低迷していて、安定した職を持つことがとても難しいというのが現状です。で、いくらその出産関連費用や公的医療費が無料といっても、やはり子育てにはお金がかかるものです。で、都市部では家賃や物価高騰もあって子育てをするには共働きのケースも多くなります。で、共働きをしていても、子供を育てるのに十分な収入を得られない場合も多々あるようです。で、そういった経済状況で出産を断念するカップルも多くなって、で、経済的に安定するまで出産が遅くなるという結果につながるということのようです。で、関連した他の社会問題として女性が安定した仕事を得られないということがあります。で、ヨーロッパは人権保護が進んでいると僕個人は思ってたんですけど、一つびっくりした事例があります。で、それは妻がミラノで仕事を探してた時なんですけど、ある会社との面接で、子供を持つ予定はあるかという質問があったそうです。で、妊娠の可能性がある女性は、産休や社会保障費などを会社が負担しないといけないというところがあって、年頃の女性が正社員として働くということが難しいケースもあるみたいです。で、こういうケースが妻の場合だけでも、2、3社あって、で、他にも似た事例をたくさん聞くことがありました。で、イタリアではまだそういうところがあるみたいです。で、これはやはり大きな問題だと思っていて、で、女性のキャリアディベロップメントの、障害にもなりますし、女性の社会進出を阻害する要因とも思います。他にもその都市化による社会構造の変化の影響で親からのサポートを得ることが難しくなっているということがあるみたいです。で、都市に出てきている若者たちはやっぱり特に晩婚化が進んでます。で、これは経済的な困難に加えて両親からのサポートを得ることが難しいということが理由のようです。で、子育てには周囲からのサポートっていう本当に大事だと思います。で、都市部ではそのサポートを得ることがやはり難しいようです。で、多くの夫婦が共働きする必要があって、で、数ヶ月の産休が明けたら赤ちゃんを保育園に預ける必要があります。で、都市部の保育園はやっぱり入園が難しくて、で、公立以外は費用も多くかかって子育て費用がより増すことになるという結果につながります。で、このように日本とほとんど同じ問題をイタリアが抱えているんだなということが分かります。で、この晩婚化、少子化の影響を、イタリアはどう解決するのかっていうのは大きな議論を呼んでいて、で、移民問題とか治安悪化にもつながるようなセンシティブなトピックです。で、多分これは遅かれ早かれ多くの先進国が、抱える社会問題なのだと思います。で、このシビアな状況を、自分たちはどう生き抜いていくか、自分たちの状況を考えてみると、正直僕たち夫婦は仕事があって、で、両親からのサポートも得られているという状況なので、とても恵まれている環境なんだなと思います。で、この環境に感謝しつつ自分たちにできることをやって子育てを頑張っていきたいっていうような感じです。今回の動画ではイタリアの結婚や子育てにまつわる社会課題についてお話ししました。自分が当事者ということもあって調べたことや妻との会話の内容についてお話しさせていただきました。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントいただけると動画制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。